こんにちは。今回はブランケットを紹介します。長編みを正方形に編んでどんどん大きくして作る簡単な編み方のブランケットです。こちらは段染めの糸で編みましたので、このような模様が出ていますが、無地の糸で編んでも素敵にできますので、編み方を紹介します。今回は極太の糸を使います。この糸は指定かぎ針は7号ですが、今回は8号の少し大きめなかぎ針で編みます。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始めます。鎖編みをここから5目編みます。5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。この輪の中に長編みを編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んで、輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。四角モチーフにしますので、次は角を編みます。角は鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んで角にして、次は輪の中に長編みを3回編みます。長編み3目を編み、角の鎖編み2目を編んで、この形を編んでいきます。次も角になる鎖編み2目を編んで、輪の中に長編み3目を編みます。角が2箇所できました。角の鎖編みはいつも鎖編み2目を編んでいきます。1段目は長編み3目、角の鎖編み2目です。長編み3目を編みましたから、次は3個目の角の鎖編み2目を編んで、輪の中に長編み3目を編みます。長編み3目を編んで、角が3箇所できました。最後の4箇所目の角です。編み地を寄せてください。そして最初の長編みが少しずれますから、こちら側に寄せてください。立ち上がりの鎖編みの方に編み地を寄せて、ここで4個目の角を編みます。鎖編み2目を編みます。鎖編み2目を編んだら、長編みを1目だけ編みます。最初に鎖編み、長編み1目しか編んでいませんから、ここで長編みを1目編んで、ここも同じように長編み3目の形にします。角が4個できて1段目をすべて編んできました。1段目の最後は立ち上がりの鎖編み3目の3個目です。3個目の鎖編みの頭の2本を拾います。この2本を拾って引き抜き編みをしますが、その前に針にかかっている目を少し絞って小さめにしてから引き抜き編みをしてください。そしてここでももう一度糸を絞ります。
立ち上がりの鎖編みに引き抜くときは、引き抜く前に目を少し絞っておくと、綺麗な立ち上がりが続きますので、糸を絞って引き抜いて、またもう一度絞ってください。これで1段目が完成しました。次は2段目です。2段目は、立ち上がりの鎖編み3目を編みます。毎段立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次の段に入ります。鎖編み3目を編んで、この鎖編み3目は長編み1目とします。次は長編みのところに長編みを編みます。長編みの足のその上にある、この鎖の目のことを長編みの頭ということもあります。長編みの頭の鎖の目の2本を拾って、ここに長編みを編みます。長編みを1目。次は角にした鎖編み2目のところです。鎖編み2目のところは毎段同じ編み方をしていきます。鎖編み2目のところに長編みを2回編みます。長編みを2目編み、鎖編み2目を角にして、同じ鎖編み2目のところに長編み2目を編みます。立ち上がりの鎖編み、長編みのところに長編みを編み、次は角の鎖編み2目のところに、1段目の鎖編み2目のところに長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編みます。この角の編み方は毎段同じ編み方です。次は長編みのところに長編みを編みます。角を編んだときは編み地を少しこちらに寄せて、最初の長編みの頭に長編みを編みますが、これがかぶさってるとこちらを編んでしまうことがありますから、必ず編み地を寄せてから最初の長編みのところに長編みを編みます。前段の長編みにすべて1目ずつ長編みを編みます。ここも1目長編みを編んで、前の段の長編みのところはすべて1目ずつ長編みを編んでいきます。そして次は鎖編み2目のところです。ここはここと同じように長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編み入れます。鎖編み2目のところに長編みを2回編んで、鎖編み2目を編み、同じところに長編み2目を編み入れます。これで2段目の角が2箇所できました。次は長編み3目があります。編み地を寄せて、最初の長編みの頭の2本を拾って、長編みを編み、次も1目ずつ長編みを編みます。1目に1目の長編みを編みます。次は角の編み方です。角は長編み2目、鎖編み2目、同じところに長編み2目です。これで角が3箇所できました。次は長編みのところに長編みです。長編みのところに長編みです。頭が見えないときは編み地を寄せてから長編みの頭に長編みを編みます。長編み1目に1目ずつ長編みを編みます。
次は最後の角のところです。最後の角も鎖編み2目に長編み2目、鎖編み2目、同じところに長編みを2目です。これで角が4箇所編めました。次は最後のところです。最後は1段目で長編み、立ち上がりの鎖編み、長編みを編んでいます。この長編みの頭に長編みを編みます。頭が見えませんから、編み地を寄せて、長編みの頭に長編みを編みます。そして立ち上がりの鎖編み3目のところの3個目のところに引き抜き編みをします。引き抜き編みをする前に、最後の目を少し小さめに絞ってから、鎖編み3目の3個目の2本の糸を拾って、ここに引き抜き編みをします。ここでもう一度糸を絞ってください。こうすると立ち上がりの目が目立ちにくくなりますので、立ち上がりの鎖編みに引き抜くときは少し目を絞って編んでください。これで2段目ができました。次は3段目です。3段目も編み方は2段目と同じです。立ち上がりの鎖編み3目を編んで、隣の長編みのところに長編みを編みます。次の長編み、次の長編みにも長編みを編んでいきます。前段の長編みのところにはすべて長編みを編みます。そして角の鎖編み2目はここと同じで長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編みます。角はずっと同じ編み方をしていきます。次は前段の長編みすべてに長編みを1目ずつ編んでいきます。前段の長編みのところはすべて長編みを1目ずつ編みます。ここも長編みを1目です。そして角の鎖編み2目は長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編みます。これで3段目の角が2箇所できました。こちらも同じように編みます。長編みのところはすべて長編みを編みます。長編みのところに長編みを編み、角の鎖編みのところに来ました。ここは長編み2目です。鎖編み2目を編んで、同じところに長編み2目を編みます。3箇所できました。次は長編みのところに長編みです。編み地を寄せて、最初の長編みのところに長編み、次もすべて長編み1目に1目の長編みを編みます。
長編みのところに長編み1目を編み、次は角のところです。角は長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編みます。最後のところに来ました。道を寄せて、長編みの頭に長編み、次も長編みのところに長編み、ここも最後の長編みのところに長編みを編んで、立ち上がりの鎖編み3目を編んできたところです。鎖編み3目の3個目に引き抜きます。糸を少し小さめに絞ってから、鎖編み3目のところに針を入れ、糸をかけて引き抜きます。そして糸を絞ります。これで3段目までができました。3段目まで編みましたが、4段目、5段目も編み方は同じです。前段の長編みのところには1目ずつ長編みを編み、角は長編み2目、鎖編み2目、長編み2目を編んでいきます。角はずっと同じ編み方で、その間はすべて長編みを編んでいきますので、初心者さんでも編みやすいと思います。そしてこちらは段染めの糸で編みました。こちらは極太の糸で編みました。もっとふんわりと早く編みたいときは、極太の2本取りや波太の2本取りでかぎ針を大きくして、ザクザクとふんわりと編むと暖かいブランケットができます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。